新たに地球に現れた数々の怪獣たち。そんな怪獣たちと死闘を繰り広げてきた光の巨人、その名はウルトラマンブレイザー。そんなブレイザーのことを君たちは知っているかい？ここは電脳世界。さまざまな情報が飛び交う二次元世界である。よいしょっと。やあみんな、突然驚かせてごめんな。僕はパーフェクトアナライズガジェット、略してパグって呼ばれてる。僕はいろんなウルトラヒーローや怪獣のデータを集めてる電脳生物なんだ。最近さ、ブレイザーっていう新しいウルトラマンが登場したじゃない。それに見たこともない怪獣たちもいっぱい。データを収集している僕としては当然黙ってられないわけだから、今日はブレイザーや怪獣のデータを一緒に見ていこうぜ。命の行方を照らすため、光よ明日を導け。僕らが紡ぐ果てない旅を、今日も行動を震わせ確かめてる。空の青さに答えてくれた君の心に触れながら、一人じゃないから胸に抱いた希望を掲げ、共に走り出してゆける。諦めないことを強さと呼んで、星に射抜かれて一つになった瞬間を、今も立ち上がる二人思うよ。きっと響き合う僕らの祈りのために、全てを超えてブレイザー With me ブレイザー、光よ明日を導け。星に射抜かれて一つになった瞬間を、今も立ち上がる。ウルトラマンブレイザーデータキューブラリー。見逃し配信を見てキューブを貯めるとオリジナル壁紙をゲット。今月のキューブゲットはエンディング後に案内されるぞ。君もコンプリート目指そう。集結地点で会おう。効果。むしろ呼び寄せてない？一足お先にスカート入りしました。なんで？しっかりしてよ、あの参謀長。アースが飲んだ。ウルトラマンブレイザーブルーレイボックス。 SH フィギュアーツが行く。これが完成品アクションフィギュアの造形と彩色の力。 SH フィギュアーツウルトラマンブレイザー。まずはブレイザーのことをおさらいだ。ウルトラマンブレイザー、身長47メートル、体重4万2000トン。突如として地球に現れた謎の巨人だ。ブレイザーがこれまでどんな戦いをしてきたのか改めて見てみようぜ。パグパグパグ。特殊怪獣太陽分遣隊スカードの隊長蛭間玄斗が何かを守りたいと強く願う時、彼の腕に神秘のアイテムブレイザーブレスが現れる。ブレイザーブレスにエネルギーの結晶体ブレイザーストーンを装填することで、玄斗はウルトラマンブレイザーに変身するんだ。ブレイザーはなぜ地球に来て、なぜ玄斗と共に戦うのか、その詳細はまだ謎が多い。
でも分かっているのは命を救うために戦っているってこと。ブレイザーは数々の必殺技を持っている。最も代表的なのが光り輝く二重らせんの槍スパイラルバレードだ。音速を超え衝撃波を響かせながら相手を貫くんだ。ブレイザーはこの技を最も得意としていて、いろいろなバリエーションもある。ちょっと見てみようか。近距離の相手にはこうして直接突き刺して攻撃する。遠い間合いにいる敵には体をねじって遠投するんだ。さらに半月状に形状を変化させて切り裂くこともできる。スパイラルバレードを折り複数の箇所を同時に狙うこともできるんだ。ブレイザーは怪獣の力をストーンに変え使うこともできる。この虹かがちストーンを使って繰り出すのが敵を切り裂く虹色の刃レインボー降臨だ。ブレイザーは武器も使いこなす。ガラモンストーンを使って召喚する剣、それがチルソナイトソードだ。チルソナイトというのはロボット怪獣ガラモンが乗ってきた隕石ガラダモを構成する物質なんだけど、ブレイザーがそのチルソナイトでできた槍を掴んだ時、電撃をまとった剣チルソナイトソードが生まれたんだ。チルソナイトソードは切れ味も抜群。ブレイザーの頼もしい武器となった。しかもそれだけじゃない、いろんな必殺技も使えるんだ。ソードレバーを2回引くことで発動する稲妻スラッシュ。3、4回引くことで発動するライデンズフィニッシュ。そして5回以上引くことで発動するオーバーロード雷鳴山などさまざまな力を秘めた剣なんだ。ウルトラマンブレイザーのデータインプットだぜ。これまでにもいろんなウルトラヒーローのデータを集めてきたけど、ブレイザーもまた特徴があってかっこいいな。僕もいつかあんな風になりたいな。バグルーイへへへへへ。あ、失礼。さて次は新しく出てきた怪獣についておさらいしようと、その前にパグパグパグどうも怪獣界のウミン
んちゅっこと深海怪獣ケイドスくんです。幻見せて食べちゃうぞ。天使怪獣モグージョンちゃんよ。僕にはデータを実体化する力があるんだ。ちなみに実体化した怪獣の性格は僕の脚色が多分に入ってるからそのつもりで。丁寧な説明お疲れ様っす。それはいいんだけど、なんで私たちを出したわけ？これから新しく登場してきた怪獣たちのことをおさらいしていくから手伝ってもらおうかなってね。そういうことならお任せあれ。張り切っちゃうわよ。よし、じゃあ早速行ってみよう。みんな一緒にパグパグパグ。そうやってやる決まりなんすね。だったら言っといてもらわないと。あ、まずは僕っすね。深海怪獣ゲードス。身長 50m、 体重2万トン、時速80ノットで泳ぐことができる。そうっすね。漁師のおじさんたちからは海の魔物なんて言われて恐れられてたっす。おじさん、めっちゃ食べるじゃん。お腹減ってたもんで。美味しそう。口から水流を吐くのか、頭部の突起は伸縮して相手を絡め取り電流を流すこともできるんだ。すごい。へん。最後はブレーザーに釣り上げられ串刺しにされた。美味しそう。そういうのは言わなくていいっすよ。思い出しちゃう。あ、すまん。ブレーザーストーンをブレーザーブレスにセット。光のアニメーションで変身だ。行くぞブレーザー。デラックスブレーザーブレス。ストーンを変えるとアニメーションが変わる。円谷コンベンション2023空想の力。円谷プロダクション創立60周年にファンへ送る史上最大の祭典。ヒーローや怪獣たちにもっと会える。ウルトラマンシリーズや円谷特撮作品に加えオリジナル新作がウルトラ見放題。さらに会員限定アイテムやオンラインイベントなど幅広く楽しめる特典やエンターテインメントをお届けします。忘れられない伝説からここだけの新作まで。円谷イマジネーションウルトラサブスクで検索。俺が行く。あのウルトラマンブレイザーよりも先に怪獣を倒してみせろ。アースガロン出撃準備。ウルトラマンブレイザー毎週土曜朝9時放送中。甲虫怪獣タガヌラ。身長 60m、 体重5万トン、液化ティーテリウムが好物だ。ティーテリウムって？水の中に含まれていて加工すればクリーンで安全なエネルギーになるかもって注目されていたんだ。新しいエネルギーってことっすね。うん。で世界中にその貯蔵タンクがあったんだけどそれらを次々に襲って体長を増大させ最後は日本の貯蔵タンクを襲うべく上陸した。この両手の鎌がいかにも強そうね。スカードの主力アースガロンが初めて戦った怪獣でもあるんだ。へえ、いわゆる初陣ってやつっすね。ティーテリウムの取りすぎで体温が100万度近く上がって爆発寸前だったんだ。危ないやつっすね。
軟体怪獣レビーラ、身長0から55メートル、体重0から3万トン、強力な再生能力を持っているんだ。気持ち悪いわね。なんか弱点はないの？新型殺菌剤 FK1 が苦手で、これをかけられると液状化して逃げてしまうんだ。案外簡単に撃退できるんすね。ところがこれはノバイオサイエンスっていう企業の自作自演だったんだぜ。どういうこと？新型殺菌剤 FK1 はノバイオサイエンスの製品でね、要するにその性能をアピールするためだったんだ。じゃあレビーラはノバイオサイエンスで作られた怪獣だったんすね。なんか出した。意外と攻撃方法も多彩だよな。ブレーザーぶっ飛ばしちゃうんだから結構な威力ね。最後はスカードのアースガロンが液体窒素を投げつけて凍らせてようやく倒せたんだ。山怪獣ドルゴ、身長69メートル、体重6万5000トン、秋田県の霧の山に1000年以上眠っていた怪獣だ。ずいぶんねボスケさんね。静かに眠っていたんだけど、地球防衛隊の新型レールガンメガショットを設置する際にドルゴを沈めていた祠を壊してしまった。それで長い眠りから覚めてしまったんだ。背中にそのメガショットをそのまま背負ってるからすごい火力なんだぞ。じゃあドルゴ自身は別に大したことないんすね。とんでもない。鋭角な鼻先から放つ光線や操縦系統異常発生。頭部のアーチから発生させる電撃などを使い分ける技巧派だぞ。すごいのね。まあ最後は祠にご神体を戻したことでまた眠りにつけたみたいだからよかったよ。天球怪獣ニジカガチ、身長60メートル、体重4万5000トン、全身鎧に包まれているような怪獣。さらに尻尾の先は剣のようになっているんだ。かっこいい。ニジカガチは古来より信仰の対象となっていた怪獣なんだけど、怪獣研究の第一人者横峯和則教授が禁断の儀式を使って呼び覚ましたんだ。迷惑極まりないおじさんっすね。しかし見た目も強そうな怪獣ね。ああ、なんといってもウルトラマンブレーザーを一度は撃退してるからな。どうやって？頭の鎧が展開すると露出するクリスタル、ここから虹色の破壊光線を発射するんだ。この光線はブレーザーのスパイラルバレードを相殺するほどの威力なんだ。そりゃすごいっすね。月光怪獣デルタンダル、身長45メートル、体重1万4000トン、マッハ9で空を飛ぶ飛行怪獣だ。見た目も尖った三角形でスピード出そうね。音速の飛行で発生させるソニックブーム、そして胸から放つ光弾で攻撃するんだ。マッハ9であの軌道か。ハッスガロンじゃバラッバラなりますよ。そんなスピードで飛ぶんじゃ捕まえるのも一苦労っすね。そうなんだよ。アースガロンは最高でマッハ4、全然追いつけなかったんだ。それで取り逃がしてスカードは司令官にめちゃくちゃ怒られたんだぞ。あら、それは理不尽じゃない？それでも頑張って調査して積乱雲を巣にしていることを突き止めた。
アースガロンとの第2ラウンドはそれは白熱したんだぜ。原始怪獣モグージョン、身長54メートル、体重5万9000トン、生息地は地底で、その手から私の特徴といえばやっぱり可愛い両手よね。この両手から光線を浴びせて幻覚を見せちゃうので、パニックになってる隙に舌でペロッと食べちゃう。まあまあえぐめの感じなんすよね。私の幻覚はすごいんだから、なんたって訓練されたスカードの子たちも手玉に取っちゃうのよ。青部のエミちゃんなんて私の姿を自分と重ねちゃったんだから。うわー、エミ隊員がブレイザーをボコボコにしちゃってるっす。っていうかこれ何やってるんすか？私のチャーミングなトサカはノコギリみたいに何でも切り裂いちゃうの。怖っ。戦闘力だってバカにできないわよ。あのブレイザーのレインボー降臨を弾き返したりしちゃうんだから。強っ。モグージョンちゃんを怒らせるのはやめた方が良さそうっすね。幻覚光線を見ないようにするブレイザーの隙をついたり、頭も使えるのよ。しかもこの手ギュイーンって伸びちゃったりもするんだから、すごくない？すごいすごい。自分で解説してくれて助かるよ。パパパパバグバグ新たな怪獣のデータインプットだぜ。インプットするたびにそれやるわけ？都合で呼び出しといて自分のペースで進める人なんすね。友達いなそう。あ、その感じわかる。なんか言った？何も？あ、ほら、まだおさらいしてない怪獣いるじゃないですか。あれだ、宇宙から来たとかいうお二人さん、私もおさらいしたい。そうか。ウルトラヒーローズエキスポ2024ニューイヤーフェスティバル開催決定。大迫力のステージにはウルトラマンブレイザーが毎日登場。俺蛭間玄斗やエミも駆けつけるぞ。ウルトラショットでの記念撮影やウルトラマンデパートでグッズをゲット。冬休みは東京ドームシティプリズムホールで待ってるぞ。東京ドームシティ。出撃せよアースガロン。よし攻撃開始。ターゲットロックオン。発射用意。しゃ地球を守れデラックスアースガロン。ブレーザーストーンをブレーザーブレスにセット。光のアニメーションで変身だ。行くぞブレーザー。デラックスブレーザーブレス。稲妻のパワーをチャージ。デラックスシルソナイトソード。ウルトラマンレゴラスブルーレイ&DVD 発売決定。忘れない、この過去だけは絶対に。シリーズも見逃すな。宇宙広角怪獣バザンガ、身長51メートル、体重2万6000トン。記念すべき最初に登場した怪獣だ。両腕の穴から機関砲のようにトゲを発射するんだ。戦闘機もタジタジっすね。そう、バザンガの猛威の前に地球防衛隊も歯が立たず、池袋の街に甚大な被害が出たんだ。街が壊されてるのってスカッとする。いや、怪獣の側面が漏れ出ちゃってるっすよ。あらやだ、ごめんなさい。このバザンガを前に特殊部隊時代のゲント隊長が初めてウルトラマンブレイザーに変身したんだ。スカード結成の前だったのね。ネオンの街を舞台にそれは激しい戦いだったんだぞ。痛そう。音出てましたよ、ボキってえぐ宇宙電磁怪獣ゲバルガ、身長49メートル、体重2万5000トン。
体を丸めて隕石のように地球に飛来したんだ。なんとその時にアースガロンモッド2の砲撃を避けて落下してきたんだ。案外身軽なのね。すごいのは体内から発せられた電磁波で機械をダメにしちゃうことなんだ。アースガロンもシステムダウンさせられちゃったんだぞ。怖それだけじゃない。コンピューターウイルスみたいにネットワークに侵入して都市機能まで麻痺させてしまうんだ。すごい。体を丸めての突進にスパイラルバレードも防ぐバリア、それに超威力の電撃など攻守に隙がなく、ブレーザーも撤退を余儀なくされたんだ。バザンガとゲバルガは全く同じ軌道を通って地球に侵入してます。その筋じゃちょっとした噂になってますよ。同じ星から来たんとちゃうかって。そう。この2体の宇宙怪獣、実は同じ軌道を通って地球にやってきたらしいことが分かっているんだ。それは謎めいてますね。パパパパパグパグ新たな怪獣のデータインプットだぜ。いやー、しかしいろんな怪獣がいるんだな。そうっすね。出身地もまちまちで。だよな。モグージョンちゃんは地底だっけ？そうよ。やっぱり怪獣といえば地底よね。それは聞き捨てならないっすね。深海こそ怪獣の宝庫っしょ。深海なんて薄暗そうで嫌よ。暗いのは地底も同じでしょ。まあまあ落ち着いて2人とも。大体全ての生物は海から生まれたって言われてるくらいっすから、進化論的にも深海の方が上っすよ。あら、それって未だにエラ呼吸ってことでしょ。進化論持ち出すなら肺呼吸の方がアップグレードされてるし。エラ呼吸って決めつけないでもらえます？僕地上でも活動できるんですけど。どうでもいいし細かい。やっぱ水星だけあって性格もジメジメしてんじゃないの？なんだとこの化けモグラ。言ったわね、生臭深海魚。海を舐めるなよ。はあ、不毛な争いだな。僕はどっちかっていうと宇宙怪獣とかロボット怪獣の方がかっこよくて好きだし。怪獣の魅力もそれぞれだよな。みんなも好きな怪獣について友達といろいろ話してみるといい。でも喧嘩はダメだぜ。かつて撃破した怪獣たちの復活、そこに現れる謎の男。振り下ろされた刃のきらめきに誘われ、ゲントと男が対峙する。次回ウルトラマンブレイザーさすらいのザンギル。それは戦いに生きた男のレクイエム。ウルトラマンブレイザーデータキューブラリー、つぶらやイマジネーションがお送りするマンスリーデータキューブラリー。全7種のうち4種集めるとウルトラマンブレイザーオリジナル壁紙をプレゼント。今月のデータキューブはこれだ。概要欄からもゲットできるぞ。